ゲーム業界に入ろうっていうので始めたのではなくて、私はパソコンを趣味にしていて、プログラムをいろいろ自分で書いていて、それで主には自分のその当時やってた光栄っていう会社の財務会計のソフトや、それから在庫管理のソフトや、それから科学技術計算とか見積書だとかソフトウェアを自分で作って、で自分の会社の光栄のオフィスオートメーションってその当時言ってましたけども、経営の合理化にその役立たせようというのでパソコンを使ってました。ただそれだけだとなんとなしに自分のやりたいことが 100% できてないような気がして、仕事が終わって夜になって自分でゲームを作って遊んでいたと。自分が楽しむために作っていたゲームソフトなんですけども、それがとっても面白くて、それでひょっとしたら自分と同じぐらいの年代で日本の歴史で遊んでみたい、そういうことをやってみたい人がひょっとしたらいるんじゃないかなと思って、それで試しにその当時のパソコン誌のマイコンという雑誌があったんですけど、それの半ページに白黒の広告を出して、それがその大反響でものすごく売れて、そして、次のタイトル遊びたいとか、とっても面白かったよとか、徹夜しちゃったよとか、こういうふうなゲーム欲しいなっていうふうに言われたり、いろんな反響があって、そういうお客様からのリアクションがすごく面白くて楽しくて、でまた2タイトル目作ったらそれのまたリアクションがどんどん反応があって、お客様とのダイレクトなコミュニケーションができて、でしかも自分としては自分が作ったプログラムで遊んでくださって、なんかすごくやりがいを感じていて、なんか仕事の醍醐味っていうんですかね、ゲームが好きな方が楽しんでくださってる、そういうふうに役に立ってるっていう、そういう気持ちがすごく強く感じたので、だんだんゲームソフトを主に開発するような、そういうふうな仕事になってきました。信長の野望を開発したのは1983年なんですね。で先ほどの第1作目の川中島の合戦というのは1981年で、その2年間の間にさまざまなゲームを作りました。でそのさまざまなゲームを作っている中で、やっぱり自分としては戦国時代のゲームをもう一回作ってみようというので、私としては好きな大名が織田信長だったんですね。で織田信長は1582年に本能寺の変で明智光秀に倒されるわけなんですけれども、志半ばで織田信長はそこで歴史から消えてしまっていて、きっと無念だったろうな。もし織田信長が明智光秀に倒されることなくその後活躍していったら、どういう戦国時代になっていったんだろうと、そういう歴史のイフですね、イフを楽しめるようなゲームをすると、きっともっとゲームファンの方々は楽しんでくださるんじゃないかなっていう、そういう気持ちがあって、実は私もそういうゲームを自分で作って遊んでみたいなというふうに思ってましたんで、信長の野望を作ったっていうのが、それが1983年です。三国志を作ったのは、たくさんのお客様から三国志のゲームで遊んでみたいっていう、そういうご要望があったということと、それからもうその当時は確か30人ぐらいも会社規模になってましたから、ゲーム開発するチームの人たちから三国志のゲーム作ってみたいと、そういう要望が
上がってきましたし、私もその三国志、吉川英治っていう日本の小説家が三国志の小説を書いてまして、それが非常に有名で、私も何回も読んでましたんで、劉備や曹操や孫権が活躍するそう三国志のゲームで遊んだら面白いなっていうふうに自分でも容易に想像できましたから、で三国志を作ったって、それが1985年です。ですから代表的なゲームっていうのは、自分の中で非常に記念すべきゲームだなと思っているのは、81年に初めて自分が作った「川中島の合戦」っていうゲームと、83年の「信長の野望」と、それから85年の「三国志」、この3タイトルが私としては非常に頭の中に非常に大きく強く残っています。シミュレーションっていうのは疑似体験っていう意味ですから、例えば信長の野望でしたら織田信長の一生を疑似体験できる。それから三国志でしたら三国志の劉備や曹操や孫権あるいはその三国の時代を疑似体験していける、体験できるっていうところが一つのシミュレーションゲームの面白さ。それから歴史をなぞるんではなくて、今まで歴史になかったような歴史イフが体験できる。自分なりのその戦国時代を作り上げていくことができる、自分なりの三国志の時代を作り上げていくことができる、そういうその自分なりの楽しさっていうところを作っていけるっていうのもシミュレーションゲームの面白さですし、それからもともとそのシミュレーションゲームってボードゲームでありまして、そこでその戦術級のシミュレーションゲームとか戦略級のシミュレーションゲームとか、そういう規模やサイズやそういうスケールによって戦術や戦略っていうのを楽しむタイプのゲームはもともとボードでありましたから、そういうことから考えて楽しむ、戦術を楽しむ、戦略を楽しむ、こういうその考えて楽しむっていう要素もシミュレーションゲームの面白さの一つだと思います。経営者としてはですね、世界ナンバーワンのデジタルエンターテインメントカンパニーになろうっていうのがコーエテックモグループの長期ビジョンですので、そのビジョンを実現していきたいっていうのがまず私の夢です。で、現在はワールドワイドで上場しているゲーム会社のデジタルエンターテインメント部門のその順位で言いますと、当社が今23位なんですね。頑張ってとにかくベスト20の中に入って、ベスト20入ったら今度はベスト10を目指していくと。そのためには仁王が300万本超えましたんで、次は500万本を超えるタイトルを実現して、ぜひともベスト20の中に入っていきたいというふうに思ってます。40年前の自分に向かってアドバイスするとしたら、早く英語を勉強して英語版のタイトルを早くアメリカで発売した方がいいよっていうことを言います。